どうも皆さん、おはこんばんちは、ついに待ちに待ったカフカ実装、ジンの動画も、ナノヘル動画も、なんと10万回を超える再生をしてもらいました。まさかスターレールの動画がな。大手を振ってカフカに課金してガチャ回してきました。そして今回挑戦しているのは、最難関コンテンツと言われている裏には、その重曹の前半部分か。でまたお前パーティー構成がとんでもないことになってないか？今回は過去一とんでもないですよ。なんてったって、応用すべてか殴り捨てたカフカスーパーキャリー構成。カフカに全ての火力を集めたのか。いいえ、違います。今日はガールズたちの力を結集し、とにかく速度を加速させて、バカみたいに行動するカフカを作ります。永久新幹線。カフカは雷属性の持続ダメージを中心に戦う新キャラクター。ですが、持続ダメージがこれまであまり大きく騒がれていなかった理由をご存知ですか？ダメージがしょっぱい？それもありますが、一番の要因はダメージの発生タイミングの遅さです。相手の行動タイミングで持続ダメージの発生判定があるので、相手が動くまでは持続ダメージが入らないし、なんなら相手が動いた時しか持続ダメージが入らない。そのせいで、普通にぶん殴って倒した方が手っ取り早いんですよね。じゃあカフカも大して強くないのか？ところがどっこい、カフカははちゃめちゃに強かった。まずはこちら、速度232のカフカ。足速すぎで草。普通のカフカの速度って100なのに。異物で基本速度を150まで加速し、さらにメッセンジャー異物を装備したアスターで加速、そしてカフカのモチーフ光塩水、松の実の効果でさらに加速。結果、今まで見たことないスピードで攻撃し続けるカフカが爆誕しました。本速度150って、速すぎることで有名な加速後のゼーレのレベルなんだが、そんなに無駄に速度持って、何か意味でもあるのか？先ほど説明した持続ダメージの欠点は、敵が動くまでダメージが入らないことでしたよね。カフカはスキルと必殺技の発動で、持続ダメージの強制発動が可能。つまり、たくさん殴れればそれだけ持続ダメージを誘発できるので、カフカの強みを最も活かせると判断したわけです。限度という言葉を知れ。それだけではありません。ブローニャのスキルは指定した味方を即時行動させるスキル。過去の動画でも悪さしまくってたよな。これで単純にカフカは速度を無視してさらに行動できますし、アスターと低運には、星4光塩水のダンスの貫突を装備しています。この光塩水を装備したキャラが必殺技を発動すると、味方の行動値を瞬時に 24% 短縮する効果があります。あれ？ダンスの貫突が2枚？こんなこともあろうかと、普通なら貫突すれば1枚だけを育てるところを、動画ネタのために2枚育ててた実況者がこちら。間違った方向の先見の明。さて、前半フェーズのラスボスに対セット。こいつらはチャージ技の後に、連続攻撃を発動し、こちらの動きを完全抑制する金庫状態というデバフを付与してきます。そうなるとヒーラーもタンクもいないこのパーティーは即座に壊滅。しかしここでアスターの必殺技が発動すると、ブースターユニット点火。このゲームはターン制コマンドバトル。各キャラクターが自分の速度を参照して、一定の数値以上の速度が経過すれば行動するシステムになっている。行動順番は画面左上に出ていますね。基本的にこの順番に沿って、各キャラ1回の攻撃かスキルの発動ができます。ここでカフカが行動したから、カフカの次の行動は敵の後だな。ですが味方の通常攻撃に反応して、割り込みで追加攻撃。このゲームでは強いやつほど順番を守らない。そして毎度おなじみブローニャさんの強制行動スキル。本来敵の後にしか動けなかったカフカに、ダメージアップバフを付与しながら強制再行動を付与。環境最高峰のバフキャラの縄だけじゃないぜ。そして今の行動で溜まったゲージを吐いて必殺技を発動。敵の後にしか行動できない発言からすでに3回動いてるんですがそれは、左側の敵の人生を破壊したので、相手に減速が付与され行動順が低下。しかしこちらも行動予定だった低運が金庫状態にされ行動順が低下。左側の敵は人生破壊して行動1回スキップしたせいで、チャージ攻撃のチャージ状態に入ったな。あれが発動される前に倒さなくてはなりません。あれが発動すると怒涛の連続攻撃で、大量に金庫状態に陥ってパーティー壊滅です。ここで低運が必殺技を発動したので、ダンスの効果が発動。全員の行動値が 24% カット。そんでまたブローニャがカフカを行動させると、さらに今回は再行動付与時の強化に加えて、必殺技でさらにバフを付与。カフカを超強化状態に。すでに左の敵が1回動く間に、カフカは6回目の行動か。まだ終わらない。必殺技を再び発動。怒涛の7回行動で左側の敵は必殺技の発動もできずに撃沈していきます。これだけ行動すれば、持続ダメージの強制発動も大量に発生し、発動が遅いと言われていた持続ダメージの何が遅いのかという世界に突入。ていうか左の敵を殴ってたはずなのに、おまけで右の敵が7割削られてるのやばくね？このパーティーの恐ろしいところは、全員基礎速度が150を突破している、超速度突破の、通勤快速パーティーなところです。カフカだけが速いのではなく、全員の行動が異常に速い。結果、相手の行動1回あたりに、8回以上の行動が発生することもしばしば、殴る回数が多ければ、必殺技ゲージの溜まりも速くなり、
殺技を打てばさらに味方の速度が速くなる。この一見とんでも理論に見えるとんでも構成で、最高難易度の裏には重装前半、1ターン消化でクリアです。今の戦闘1ターンしか消費してないのかよ。スターレールのターン管理って、ちょっと他のゲームと違っていて、1ターンあたりに経過するゲーム内のターン時間が割り振られていて、そのターン時間に対してキャラの速度で行動値がチャージされていき、一定値になると自分の行動順が回ってきます。つまり1ターンの間に行動値が溜まりさえすれば、何回でも行動することが可能になるわけですね。その他裏庭のラウンド切り替えの仕様とかもあるけど、もろもろ合わさった結果、あんなに動きまくっても1ターンしか経過してなかったと。さあ、この一見実用性のなさそうな実用性のないパーティーですが、実用性のなさも限界突破すればエンドコンテンツを破壊することがお分かりいただけたでしょう。今までの動画は模擬宇宙で、実用性のなさを極めまくってたからな。コメント欄でも、なんだよ模擬宇宙かよと言われていたことも。なので今回はエンドコンテンツである裏庭重装にも挑戦してみました。ですがやはり、このチャンネルの動画を見ているということは、あなたも見てみたいのでしょう？宇宙の断りを超えた先の世界を。そんな大層なもんでもない。ということで、カフカで模擬宇宙をプレイする場合、持続ダメージを強化してくれるバフである、虚無の祝福を集めるのが基本ですが、今回はカフカとは縁がなさそうな、会心率と速度を強化するバフ、遵守の祝福で、世界最高速度を目指していきます。ちなみにお前の最高速度記録は ?349 までは見えたんですけど、脱線事故で敗北しました。なんとか今回はクリアできる中での最高速度を目指していきます。そしてここで強敵を引いちゃったので、本来のカフカの紹介を軽くしておきます。カフカは冒頭で述べた通り、持続ダメージを強制誘発できるので、サンポやシンポシオンキャラのルカとめちゃくちゃ相性がいいです。今後実装される持続ダメージ系のキャラとも相性がいいし、後々にも評価されそうな性能をしてるよな。ある程度速度が重要なものの、この動画はさすがにやりすぎで、基本的には攻撃力を強化するビルドが推奨されています。速度が税で超えてる時点でおかしいんだよ。速度が大事なのは実際本当なんですよ。運営もそれは意識しているみたいで、モチーフ光円錐の松の実にも、ダメージアップだけでなく速度のバフもついています。せっかく速度が上がるので光円錐貫突させました。キャラじゃなくて光円錐貫突ガチャ中にお金なくなって、課金しにショップ開いたら、その後戻ったガチャ画面で、光円錐ガチャじゃなくて間違えてキャラガチャ引いてしまい、無事カフカを引くまで気づかなかったので、カフカ自体は無凸の予定でしたが一突に。そんな理由聞いたことねえよ。ていうか裏での戦闘きつすぎて、カフカ死にかけてるじゃん。タンクもヒーラーもいませんからね。バフの集まってない序盤に、ヤバい敵引いたらそうなる。そしてそのまま中ボス戦に突入。これはさすがに負けなんじゃないの。HP413 でスタートする絶望の中ボス戦。前回の HP1 万超えてるジンちゃんに HP 分けてほしい。改めておかしい HP してたんだなって。今回は速度のおかしさを皆さんに理解してもらうために、行動表を左側に拡大して配置します。青い文字で数字が表示されると、その数値分行動値が短縮されたことを示します。すでにカフカは数字が小さいものの、何回か短縮が入っているんだな。当然っちゃ当然の話なんですけど、元の数値が小さいと、割合短縮が入ってもその幅は小さくなるので、もともと早いこのパーティーは全体的に短縮値が小さくなる傾向があります。例えば前回のジンちゃんはめっちゃ足が遅いんですが、ブローニャで再行動を付与すると短縮値が90を超えることがざらにある。ジンちゃんそんなに足が遅かったのか。というか過剰に速度を上げすぎると強くない理由って、結局一つ一つのバフの恩恵が目減りしていくからってこと？このカフカの強制再行動は短縮23、ジンだったら90なので、同じスキル一つとっても、どれだけ速度のステータスが無駄になっているか、それを攻撃力に回していればどれだけダメージが伸びるのか、そういうのを突き詰めるのがこのゲームの魅力の一つなわけで、一方でお前はどれだけステータスを無駄にできるかに挑戦していると。失敬な、私はみんながやりたくてもできない、無駄のその先にある世界をお届けしているんです。みんなも一度は考えたことがあるでしょう。速度300超えたらどうなっちゃうんだろう？普通は200も無理なんだよ。要はあれですよ。このチャンネルのこういう動画は、空想科学シリーズです。空想科学を実行すんな。ということで相手にほぼ行動させないまま討伐に成功。なんならまだしばらく味方の行動が続くし、必殺技も溜まったしでとんでもなく余裕じゃねえか。これ普通に虚無の祝福使って、散歩やルカなどの相性のいいキャラを編成すれば、どれほどカフカが強いか想像に難くないですね。まさか持続ダメージキャラでここまで強いとは正直予想外でした。そしてここでさらに行動順加速 10% のバフアイテムをゲット。まだ早くなるのかよ。ゲーム内で確認できるのはキャラの速度までですが、そこにダンス2枚、各種行動順加速バフ、ブローニャや順種の再行動バフも合わせて、実質的な速度は400超えるんじゃないでしょうか。ターンあたり何回行動したかで計算できそうだけど。めんどくさいので割愛します。大事なのは、速度特化したパーティーのロマン部分ですから。ということでサクサク敵を倒してバフを集めましょう。ここまで育ってくると、もはや戦闘も一瞬、バフを選択している時間の方が長いくらいですね。特に順種の運命は、
運命の反響を2連打できるようになるため、雑魚敵のゼロターンキルが可能となります。周回作業が楽になるので結構おすすめ。さっきから俊足自慢のカフカすら行動してないのはそれが原因か。模擬宇宙って、週に33回の周回分まで経験値アイテムなどの報酬が出るので、多分ガチ勢たちは周回してるんでしょうが、私はさすがにそこまで時間が使えず断念しています。一周あたりどの程度時間がかかるんだ？結構急いで回っても11分ちょっとかかったので、33周で360分、6時間ぐらいかかりますね。異物講習なしで周回するだろうし、虚無感半端なさそうだな。なるほど。これがまさしく虚無の運命というわけですか。カフカと相性の良さそうな響きですね。ちょっとこの新幹線パーティー用の異物厳選を半月ぐらいしていて、今異物の経験値アイテムがさっぱり足りておらず、真面目なカフカの異物を育てれないのですが、それが育てられたら、カフカで周回タイムアタックチャレンジしてみたいです。ゼーレ、ジン、カフカ、軽減、誰が一番早いのかちょっと気になるな。さて、脱線した話をしていたらもう2ボスです。ちなみにこいつ天敵、めちゃくちゃ硬い上に、雑魚を召喚した後、カウンター状態に入って、ボスを殴ると無条件でクソ痛い反撃をしてきます。範囲攻撃に巻き込んでもダメなので、カウンター状態を解除するしかなく、カウンター状態を解除するには、左右に召喚された、雑魚合計4体を全て倒す必要があるというクソボス。カフカでも2回もカウンターを食らえばそっち級の痛さなので、必殺技を使わない状態で、雑魚を全て処理しなくてはなりません。そんなの無理ゲーじゃん。一体どうすれば？そういうクソ野郎にはね、こうするんだよ。運命の反響？運命の反響はアイオンのカゴ、誰の攻撃でもありません。神にカウンターを食らわせるという配信者であればどうぞご自由に。カウンター完全攻略でくさ。たまんないぜ。クソボスをクソ戦法で突破するのはよ。しかしこれギリギリの戦いだな。またカフカの HP が結構ヤバい水準まで減ってる。大丈夫です、安心してください。これスターレールプレイヤーの共通認識なんですが、なぜか低運めっちゃ狙われるという都市伝説があって、大体こういう時に敵のボスにボコられて死ぬのは低運からと相場が決まってます。低運さん、マジでみんなの低運もよく死んで困ると思うんですが、それを差し置いても強いというのが低運の評価。この後雑魚を再び召喚されてしまいますが、もはやここまで来れば手遅れ。カフカの必殺技をチャージするまでお茶を濁して、必殺技でボスの HP を一気に削り切ります。これで高耐久、高火力、カウンター持ちの2ボスもクリア。残すところはラスボスのジェパードくんのみとなりました。今回もラスボスはジェパードくんなのか。ジェパードくんは雷属性が弱点なので、カフカと相性がいいんですよね。さらにここで順守の運命の反響が強化。運命の反響を使うと、パーティー内で最も攻撃力の高いキャラ。今回で言うとカフカが即座に再行動するようになりました。これ普段使ってると、攻撃力のステータスを参照して回復する謎ヒーラーの羅刹が条件に引っかかってうざいんですが、今回はそもそもヒーラーすらいないので問題なし。そのせいで低運が犠牲になってるけど。大丈夫だ。ドラゴンボールで生き返る。休憩エリアに入れば蘇生ができるので、多少の犠牲には目をつむってプレイ続行。低運さん、色々不憫すぎて泣けてくるな。私の予想では、今低運は羅刹の棺の中にぶち込まれてますからね。低運が攻撃力のステータスを参照するバッファーなんですが、羅刹が攻撃力のステータスを参照するヒーラーな理由って、低運さんに影響されてるんじゃねっていう予想。まあそんなことはさておき、最強の速度加速バフもゲットしたので、最後にバフを強化して、いよいよラスボス戦です。果たして、西急新幹線はラスボス相手に、脱線事故を起こす前に、全てを破壊し尽くすことができるのか。ジェパードもめちゃくちゃ硬いボスだから、真面目に虚無の祝福積んでないのやばいと思うけど。速さと速さが勝負を分かつ、アラミゴの猛竜もそう言ってたし。誰だよその人。まずは開幕、ジェパードくん早速ズルします。絶対こっちの方が速度速いのに、無条件先制攻撃で削ってくる。ヒーラーがいないこっちには、ビビたるダメージでも致命傷に繋がるんだよな。まずは挨拶がてらブローニャの必殺技でバフを展開。このバフでブローニャ自身が加速します。バフをもらったカフカが必殺技を発動。相手にダメージを与えつつ光塩水の効果で加速。続いて低運が必殺技を発動。カフカの必殺ゲージを溜めつつダンスで加速。さらにカフカにバフを投げることで、カフカの攻撃力をパーティー内最大に。ここで余裕がある間に順守の運命の反響を発動して、攻撃力最大であるかのヒット確認を取ります。カフカ2回目の行動でジェパードを削りつつブローニャ。ブローニャは通常攻撃を打つと、ブローニャ自身の行動を加速。通常攻撃に反応してカフカ追加攻撃で3度目の行動。行動が終わったカフカとブローニャの行動値を貯めるために、アスターの必殺技発動で、速度53加速。さらにメッセンジャーの効果で 12% 加速。ここでおそらくこのパーティーの最大速度に到達しました。アスターは速度268、カフカは速度329ですね。これで新幹線の速度を大幅に超えることに。その表記時速だったの？
ていうかなんだよプラス229って。仮想空間を漫遊するメッセンジャーの速度バフが、重複しないという仕様を知っていれば、ここまで異物を新たに厳選する必要もなかったんですけどね。攻撃力もなんだかんだ5300を超えていたので、十分戦っていける可能性を感じています。カフカが殴られて減速したので、運命の反響を発動。殴られて溜まった必殺技を発動。これでカフカは4度目の行動。さらに運命の反響がカフカに再行動を付与。カフカ、5回目の行動。周囲の雑魚を倒したことで、必殺技ゲージが回復。3回目の必殺技、6回目の行動。いやもうこいつだけ遊戯王やってない？遵守の祝福の効果により、即時行動を付与され行動値を36短縮。7回目の行動した後に、ブローニャの通常攻撃に誘発されて追加攻撃。8回目の行動を実施します。そして通常攻撃で加速したブローニャが再び行動。スキルでカフカにバフを与えつつ再行動を付与。カフカ、9度目の行動を迎えます。この間ジェパードの行動回数0回。まだ俺のターンは終わっていないぜ。通常攻撃で誘発されて追加攻撃。10回目の行動。ここでようやくジェパードの1ターン目が回ってきますが、味方の攻撃を集中させるというバフ行動でダメージなし。第1段階の残り HP は 1% となっています。撫でるような通常攻撃で第1段階目をフィニッシュ。ジェパードくん、ここで強制先制行動というチートを発動。しかしそれを許さない必殺技割り込みでカフカが行動開始。行動表誰か守ってくれ。範囲に即時行動付与とかチートだろ。お前が言うなオブザイヤー。相手の雑魚が動くのを許せないので、ここで運命の反響をカットイン。さらにブローニャの必殺技で味方にバフを付与します。ブローニャが自己加速で敵の行動に割り込み、ですがカフカはすでに運命の反響で次のターンに割り込んでいるので、通常攻撃を実施することで、追加攻撃を誘発。カフカはスキルを打って、仕方なく相手の行動が再開してしまいます。けどこれ殴られたおかげで運命の反響がまたチャージされた。当然即打ち、動いたばかりのカフカが再行動で再び動きます。スキルで動いた後のカフカを加速させるために、満を持してアスターが必殺技を発動。ジェパードの順番を追い越して行動表にカフカが出現。さらに溜まった必殺技を発動して、自己加速を継続。他の味方も追い抜いてアスターの次に行動順を繰り上げます。雑魚を倒して溜まった必殺技ゲージを連続解放。この時点で行動値がマイナスに突入したので、加速が一切されなくなってしまいました。このスキル発動で、第2フェーズ7回目の行動。まだカフカのターンは終わってないぜ。ブローニャの通常攻撃で追加攻撃を誘発。次のカフカの行動に備えて低運でカフカにバフを付与。さらに溜まった必殺技を使用してカフカにバフを追加。メッセンジャー異物の効果で全体に加速を付与。カフカ、必殺技発動で9行動目。なぜか予定よりも早く回ってくるブローニャは、仕方ないので通常攻撃で自己加速。遵守の運命の反響で付与されていた再行動がここで消費されます。アスターの通常攻撃でカフカの追加攻撃を誘発。最終フェーズに備えて、通常攻撃を繰り返して SP を貯めます。なあ、ジェパードって最初以外になんかしたっけ？ずっと俺のターン、ジェパードくん、怒りの最終フェーズです。当然フェーズの切り替え時にチートの強制行動。ですがそんなもの知らんとばかりにまずはブローニャの必殺技を割り込み、その後に遵守の運命の反響を仕込んで、カフカに再行動を付与しに行きます。ボスの使用すら無視するなんて。カフカで攻撃しますが、さすがに必殺技も溜まりきらず一旦停止。私、こう見えてもゴールド免許保持者。一時停止の標識と、踏切前ではしっかり止まるタイプです。交通ルールだけは遵守するタイプ。さて、相手の最初のチート行動は終了しました。おそらく今後敵が動くことはないでしょう。とんでもねえクソゲーで草。まずは追加攻撃、その後遵守の運命の反響を発動。皆さんそろそろ覚えてきましたね。カフカの再行動です。これだけ動けば当然必殺技も溜まります。打ちます。4行動目終了で次はブローニャのターン。第2フェーズ終盤に溜め込んでいた SP を吐き出します。バフをかけてカフカに再行動を付与。5行動目でジェパードの人生が破壊されます。遵守の祝福の効果でカフカの行動短縮。6行動目が入る。そろそろ相手の雑魚が動こうとしていますが、アスターの通常攻撃でカフカが追加攻撃発動。低運は SP を温存するためにお茶濁しの通常攻撃。カフカがスキルを発動していよいよ敵の行動ターンか。ところがギッチョン、アスターの必殺技により、味方全体の行動速度アップ。溜まった必殺技を発動。カフカの必殺技もう何回目ですかね。だんだんこちらも目が回ってきました。そして溜まった遵守の運命の反響。まだカフカの再行動、ブローニャのバフの再行動も残っていますが、ジェパードくんが耐えられなかったため、ここでフィニッシュ。ということで結果は、速度が300を超えると、模擬宇宙のラスボスですらターンが回ってこない、でした。どうしてお前のスターレールはいつも壊れてしまうのか。いやほんと模擬宇宙楽しすぎますね。模擬宇宙みたいなコンテンツもっと追加してくれないかな。現状は模擬宇宙と裏庭しかないのが本当に悲しい。多くのスターレールユーザーがコンテンツ不足で休止してるよな。まあ原神を作った会社のゲームなんで、信じて待つのみですね。といったところで、今回の動画はここまで。この後いつもの異物紹介の時間がありますが、実用性は皆無なので見なくて大丈夫です。ぜひチャンネル登録、高評価を押していただいて、まだ見てないスターレール動画をご覧いただければ幸いです。ご視聴、ありがとうございました。
全く役に立たないビルド紹介のコーナー。カフカは撮影時と異物が少し変わっていて、速度が2下がってしまいました。モチーフ公園水、松の実はカンストです。速度上がるから当然ですよね。そんな理由でカンストさせるのはお前だけ。引くガチャ間違えて1突しちゃいました。強いです。異物は速度と攻撃力が上がるのでガンマンフルセットです。オーナメントは宇宙ステーションヘルタ2セット。各異物はこんな感じ。速度を優先させすぎたあまり色々歪んでます。けど歪んでるからこそ面白いよね。頭の速度プラス9とか結構ヤバいのちらほらあるな。続いてブローニャ。ブローニャは速度を上げつつ会心ダメージを重視しています。公園水はブローニャのモチーフ。だが戦争は終わらない。各異物はこんな感じです。オーナメントは厳選する余裕なかった。ごめんなさい。次回リベンジの機会あればブラッシュアップします。手のサブステがおかしいことになってるんだけど。ブローニャじゃなくてもワンチャン使えそうですよね。続いてアスター。公園水はダンス。2枚目のダンスなので、レベル80まで上げる素材がなかった。リベンジする機会があれば、以下省略させていただきます。異物はブローニャと同じくメッセンジャーと先週。各異物はこんな感じです。サブステ速度を優先しつつ、ブローニャと低運で使わなかったものって感じ。アスターは特に参照するステータスはないから、準備する異物は結構手を抜いてる感じか。効果命中あったら嬉しいかなぐらいですね。最後は低運。公園水はダンス。アスターのモチーフ持たせた方が強いと思います。異物は親の顔より見たセット。各異物はこんな感じです。基本的には攻撃力優先、バフで与える攻撃力が高くなります。メッセンジャーのおかげで、低運は速度靴を履かなくて良くなったので、異物がより強くなったと思います。もうバッパーは基本的にメッセンジャーセットが良さそうだよな。低運はガンマンとの混ぜ込みも強そうですけどね。といったところでビルドの紹介も終わったので、今回の動画は本当にこれにて終了です。最後までご視聴、ありがとうございました。